毎週末欠かさず車を洗う人がいるのだ。雨が降っても翌日また洗う。それって綺麗好きなのか、それとも脳が出す SOS のサインなのだ。洗車って心理と関係あるんですか？綺麗好きなだけじゃないんですか？それ、私の父親のことかもしれません。今日はスペインの心理学研究が発表した衝撃の洗車レポートを深掘りするのだ。この動画でわかるのは3つ。1つ、洗車癖と強迫性障害の科学的なつながり。2つ、車が汚い人の深層心理。そして3つ、これが日本人の精神医療費や働き方にどう関係するのかなのだ。心理学と洗車って正直結びつくイメージがなかったんですけど、研究ってどこが発表したんですか？スペインのバレンシア大学の心理学者ヘンマ・ガルシア・ソリアノ氏が発表した研究なのだ。NACIN 氏によると、彼女はこう結論付けているのだ。頻繁に洗車する人は秩序に対する強い欲求と感情のコントロール願望を持つ傾向があると。さらに重要なのは強迫性障害、いわゆる OCD の行動パターンと重なる可能性があるという指摘なのだ。強迫性障害って手を何度も洗ったり鍵を何度も確認したりするあの症状ですよね。洗車も同じ仕組みということですか？そうなのだ。ここが確信なのだが、 OCD というのは脳のエラー検出回路が過剰反応している状態と考えられているのだ。普通の人がまあいいかとスルーできる汚れや不完全さが OCD 傾向のある人には強烈な不快感として処理される。だから洗う、片付けるという行為で一時的に不安を打ち消そうとするのだ。洗車は手洗いや鍵確認と神経学的に全く同じ構造なのだ。脳のエラー検出回路。じゃあ逆に言えば毎週洗車してる人は脳の病気ってことになるんですか？それはちょっと飛躍しすぎじゃないですか？鋭いツッコミなのだ。ガルシア・ソリアノ氏自身が全ての頻繁な洗車を料理として扱わないことが重要だと明言しているのだ。洗車が単純に楽しい趣味や家族から受け継いだ習慣の人もいるのだ。問題は頻度と普通ノームなのだ。洗車しないと強い不安や焦りを感じる。雨が降った翌日に我慢できずに洗ってしまう。そういった脅迫感が伴う場合に初めて注意が必要になるのだ。ちょっと身近な話をするのだ。お弁当箱を考えてほしいのだ。蓋を閉めた後、ちゃんと閉まってるかなと一度確認する人は普通なのだ。でも、本当に閉まってるかと5回確認して、バッグの中にしまってからもう一度取り出して確認する人は、それが苦痛なのだ。洗車も全く同じ構造なのだ。週1回の洗車は弁当箱を1回確認するのと同じ。雨のたびに洗うのは5回確認と同じなのだ。なるほど。じゃあ洗車の適切な頻度って実際どのくらいなんですか？それ以上になると要注意みたいな目安はあるんですか？いや、ペルーの公式見解によると、理想的な洗車頻度は最低でも2週間に1回なのだ。湿度が高い地域や砂ぼこりが多い環境なら週1回が推奨される。つまり週に3回の洗車はもはや車のケアの範囲を超えているのだ。NACIN 氏の記事でも、科学的に見て過剰な洗車は塗装を傷めるという指摘があるのだ。つまり車のためにもならない。それでも洗わずにいられないとしたら、それは車ではなく脳が発しているシグナルなのだ。過剰洗車が塗装を傷めるって皮肉ですね。大切にしたいのに逆効果になってる。でも先輩、それって車が汚い人はどういう心理なんですか？そっちも気になります。これが面白い対比なのだ。同研究によると、車を汚れたまま放置する人には自尊心の低さ、高いストレスレベル、生活の多方面での非整理状態が現れる可能性があると指摘されているのだ。つまりスペクトラムの両端が存在するのだ。洗いすぎる人はコントロール欲求が強すぎる。洗わない人はコントロールを諦めている。どちらも心のバランスが崩れているサインかもしれないのだ。さらに深掘りするのだが、スペイン臨床心理学精神病理学会の研究はもう一歩踏み込んでいるのだ。清潔な車は責任感、細部への注意力、丁寧さを外部に投影すると述べているのだ。つまり洗車は単なる衛生行為を超えて社会的なシグナリング、周囲への自己提示の機能を持つということなのだ。日本でいう名刺の渡し方に近い感覚なのだ。車の清潔さがその人の社会的評価と結びつく文化的プレッシャーが過剰洗車を助長している可能性があるのだ。これがこの問題が日本でも決して他人事でない理由なのだ。少し整理するのだ。ここまでのポイントは2つ。1つ、バレンシア大学の研究で頻繁な洗車は強迫性障害の行動パターンと神経学的に類似することが示された。2つ、洗車の適切な頻度は2週間に1回で、それを大幅に超える場合かつ不安を伴う場合は注意が必要なのだ。ここからは
これが日本人の生活にどう直撃するかを話すのだ。日本との関係で言うと、日本人ってそもそも綺麗好きな文化ですよね。電車の中でゴミを落とさないとか、靴を脱ぐ習慣とか、洗車との相性が良すぎる気がして、そのわけ、OCD 傾向を持ちやすい土壌なんじゃないですか？まさに鋭い問いなのだ。厚生労働省のデータによると、日本の OCD の生涯有病率は約1、2%、つまり100万人から200万人が該当するとされているのだ。だが実際に治療を受けているのはその2割以下と推定されているのだ。つまり約160万人以上が自分が OCD かもしれないと気づかず、あるいは受診をためらって生活しているのだ。洗車の話はその氷山の一角に過ぎないのだ。医療費で考えると OCD 治療の標準は認知行動療法と薬物療法の組み合わせなのだ。日本では3割負担として月当たり約1万5000円から2万円の自己負担が発生するのだ。160万人が治療を受ければ年間で約3000億円規模の医療費が動く計算なのだ。逆に言えば治療にアクセスしないことで個人は不安と脅迫行為のループを抱えたまま、仕事の集中力の低下や人間関係への影響など目に見えないコストを払い続けているのだ。月1万5000円から2万円。毎月かかり続けるのはきつい。でも治療せずに放置したら仕事にも影響するって考えると、受診した方が長期的には得なんですよね。これって周りの人がどう気づいてあげるかも大事じゃないですか？そこなのだ。 OCD 傾向のある人は自分だけの秘密の苦しみとして抱えていることが多く、家族でさえ気づかないケースが多いのだ。あの人は丁寧だから綺麗好きだからと周囲が美化してしまう。日本の清潔美徳という文化規範が OCD の発見を遅らせているという皮肉があるのだ。スペインの研究が洗車頻度に着目したのはここに意味があるのだ。行動のパターンを外から観察できる洗車は OCD のスクリーニング指標になりうるのだ。ちょっと待ってください。私、個人的な意見を言っていいですか？今日の研究って洗車が多い、危ないみたいな印象を与えそうで少し怖いんです。病気かもと思って余計に不安になる人が出てこないですか？心理学の研究って使い方を間違えるとレッテル貼りになりますよね。それ今日の話で一番大切なポイントをついてくれたのだ。研究は相関を示しているだけで洗車が多い OCD という因果ではないのだ。僕が今日の話で一番伝えたかったのはセルフスクリーニングの視点なのだ。洗車の頻度が変わった時、特に以前よりずっと増えた時、それは自分の不安レベルが上がっているサインとして自分自身が気づく手がかりになりうるのだ。あなたの指摘は正しい診断ではなく気づきのきっかけとして捉えることが重要なのだ。冒頭で雨が降っても翌日また洗う人の話をしたのだ。その人が楽しいから洗うなら問題ない。でも洗わないと落ち着かない。洗い終わっても不安が続くなら、それは車ではなく脳に何かが起きているのだ。スペインの心理学は行動を観察することで脳の状態が見えると教えてくれているのだ。洗車台の前で立ち止まった時、ぜひ一度自問してほしいのだ。なぜ今僕はこれをしているのかと。今日の話をまとめるのだ。まずバレンシア大学の研究によると、頻繁な洗車は感情コントロール欲求や完璧主義と関係し、強迫性障害の行動パターンと神経学的に類似している可能性がある。ただし全員がそうではなく、苦痛を伴う脅迫感があるかどうかが判断の分岐点なのだ。そして日本では約160万人以上の OCD 傾向者が未受診のまま生活している可能性があるのだ。綺麗好き文化が美徳として機能する一方で、早期発見を遅らせているという構造的な皮肉があるのだ。僕の個人的な見解を言うのだ。この研究が面白いのは、車の清潔さという誰でも観察できる日常の行動を心の状態の窓として使っていることなのだ。精神科の受診ハードルがまだ高い日本では、こういった日常行動スクリーニングのアプローチが隠れた苦しみを持つ人への入り口になり得ると思うのだ。一方で、洗車しすぎ、病気と短絡的に広まることのリスクも同時に考えなければいけない。正しい使い方をすれば、この研究は多くの人を助ける可能性があるのだ。あなたはどう思うのだ？コメントで、私は週何回洗車する派、教えてほしいのだ。このチャンネルでは毎日、
海外の最新ニュースを日本語で深掘り解説しているのだ。比例式文化の心理学、日本のメンタルヘルスの現状、行動と脳科学の関係に興味がある人は、ぜひチャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。次回は、完璧主義と仕事のパフォーマンスの意外な関係についても扱う予定なのだ。コメントで意見や感想も待っているのだ。